ハローこんにちは。 T1vs.KT 始まりました。今回 T1 のサポートキャリアさんが新しい ADC チャンピオンをピックしたって聞いたんで、ちょっと後から見てます。何をピックしたんだっけな。まずルシアンファーストピック。ルシアンファーストピック。グマヨシ確かにルシアン好きだよね。ナミルシアン。さすがにこの試合はナミルシアンかな。Could be locked in here with an Annie. You don't necessarily have to grab a jungler just yet here, but we are opting into, and I think this is パッチは 13.3 です。LEC は 13.1B だったけど、こっちは 13.3。13.3 では何が変わったっけ？ ADC のアイテム変更だ。クリティカルとかユーミはもちろんナーフされてて、エンゲージサポートが強くなってる。ナミルシアンナーフされてるけど取るんだね。ナミもルシアンもナーフされてるんだけど。ゼリウーコン、これバイナミじゃね？ナミバイしかないね。バイとナミ相性いいしね。ナミのスキルって当てづらいけど、バイは確実に CC してくれるからナミが合わせやすい。ウーコン相手はやりたくねえけど、バイは。アニー？マジかよ。フェイカーミッドアニーか。フェイカーがミッドアニーをやる時代ってやべえな。今のところ一番強いチームって T1 でいいのかな。俺 LPL は見てないから何とも言えないけど、LCK で無双してる T1 が世界最強クラスではあるんじゃない？いろんなキャラもピックしてマジでうまいよ。 LPL と戦ってみないとわからないけど、トップ3には確実に入るだろうね。あ、オレリオンソルのリワーク、確かにそれはグローバル版じゃないかな。次のパッチぐらいで解禁されるんじゃない？ T1 の強さはね、ゼウス、オーナー、フェイカー、グマヨシ、ケリア、これどこからでもキャリーできるの。サポートもマジでうめえしな。何でも使えるし。最近のサポートってエンチャンターキャラ使えないんだけど、 ADC サポートも流行り始めたのがケリアがきっかけだしね。もともとアッシュぐらいだったのがケイトリンサポート、ジンサポート、なんならカリスタサポートまでやって、チャンピオンプールがとにかく広いし、とにかくうまい。マジでどっからでもキャリーできる。マクロもすごいしね。レーンも強い、チャンピオンプールも広い。マクロもすごい。弱点がねえよな。弱点はゼウスが時々ジェイスをピックすることだよな。ジェイス以外の方が簡単に勝てそうだけど。去年の MSI 決勝だってね、ジェイス2回出して負けてるからね。まああれはジェイスはうまくやってたよ。味方が悪かったけど。世界大会でもジェイスピックして 0-8 いって、まあ、勝ったけどたまにジェイスやるんだよな。だって見た？ジェイス使わない時のゼウス。前回挙げたやつはジェンジ相手か？ドランのアジール相手、いやバードルのアジール相手だっけなあ。出してファッキー無双したりとかさ、ヤスを出したりとかさ。ジェイス使う時だけやられるからね。うまいけど。今回はナー。ナーに対してカミール。 KT は7勝4敗。お、結構 KT も強いんだ今回。トップキーン、ジャングルカズ、ミッド BDD、ADC、エイミング、サポート、レヘンズ。ああ、レヘンズここにいるんだね。元グリフィンでジェンジーのサブスクライブありがとうございます。T1 エンゲージ強いね。バイとアニーですか。アニーマジで強いよな。ワンコン能力がえぐい。いや、アジール、射程的にはアジールが圧倒的だけどね。アニーが息できるか。
どうかだね。連戦で兄めちゃくちゃ辛そうだけど、射程短いからやっぱ。おもろそう。ハローこんにちは。T1vs KT。KT も7勝4敗で上位チームだね。トップのキーンは昔から超強いって言われてたよね。アフリカフリークスっていうところで3年ぐらいいたのかな。3年4年。めちゃくちゃ給料が良かったみたいで、弱いチームにずっといたね。ジャングルはカズ、元 T1 かな。で、ミッド BDD。もともとジェンジーにいた人でアジールうまいよね。コントロールメージが得意だったはず。ADC はエイミング。エイミングって一時期 NA じゃねえや。中国にいたんだっけ。で、サポートは元グリフィンで、元ジェンジーのレヘンズ。メンバー強そうだね、KT。でも T1。バイはレッドから始める。ウーコンはチキンから始める。ルシアンはイグナイト。サポートお互いにヒール。ゼリーはバリア。見どころはミッド&トップ&ボトムのマッチアップ。もう全連だな。カミール対ナーのマッチアップどうなるかね。アニーがやっぱ射程が短いからな。何これ、アジールめっちゃ削れてない？アニーレベル1でシールド取ってるのにアジールが負けてんだけど、アニーの E どんだけいかれてんだよ。反射が強くなったんだもんね。アニーがシールドを付与できて MS 上がってで反射する。それは強いか。敵のスキル1個ブロックして自分を返してるわけだからね。で、通常攻撃の射程が投げんだこれ。アニーはシールドが敵殴ってるようなもんだからやっぱ強いな。サイラスもね、初期の頃は E でシールド出してたよね。あれでアジールレーン負けんの？だってアジールレベル1めっちゃ強いよ。おかしいだろキャラが。ルシアンイグナイト使う。バイは敵のジャングル盗みます。カミールはトップ押し込んだから自由時間があるよ。バイはね序盤弱い。特にジャングル勝ってる時は何もできない。バイは Q がクールダウン中の時は何もできないので、基本ジャングル食ってる時って Q がクールダウン中だから危なかったね。アニーって射程が短くてな、ずっとハラスされてレベル6になってワンコンして逆転するとかロームするキャラだけど、今はレベル1からシールド張って通常攻撃でレーン勝てるのか。これはねキャラがおかしいです。バグされすぎた。てかこの性能でプロが出すってのがおかしいんだよな。プロが出せるようにするっていう調整がおかしい。バイは Q を我慢してるぞ。いやー、カミールウェーブ押し込んでたからね。ここで待てば勝手に戻ってくるウェーブなんだけど無理したね。バイの居場所分かってなかったのか。なかなかないね。いい使ったし。これね、浅い人はね、バイ9から入ってくんだけど、これ後ろから入ってくときブリンクスキル使わない方がいいよ。相手がフラッシュを使ったら9。今の相手がなかなかフラッシュ使わねえから9は最速で使ったから、最後に9使ったけど、基本9から入ると簡単にフラッシュしちゃうんで。逆にバイがフラッシュして、バイが9を使わなかったからカミールはフラッシュできなかった。完璧なギャンク。ケリアバブルを当てにフラッシュを使ったぞ。Yeah, that was one of those moments where I'm like, I don't know if you need to flash that, but he decides to force it. Extendo goes down. He's like, ナーがファーストキル取ったのか。ナーってキル取るとめっちゃ強くない？上手い人が使うと本当強いイメージ。Kind of cheeky move. So getting a flash on a Nami feels
okay, but not great considering the state of the lane. アジール初手でマジックレジスト。マジか。 already, and this is exactly how you want this Lucian Nami lane to be going. Minus, of course, it lost Flash here. And they've made big impacts now on top side and bottom side. His owner is just running this rift. You know, both making the play top side and now finding something bottom here. Cuz is in the fountain, and owner is just like, I'm down here. I've already done my work top side. They've got control ward vision here below the mid lane. They've got it there on top side. So Zeus knows he's safe to continue to use that range advantage top. And this is just T1 winning everywhere. Yeah, and Carrier would have died. 全連勝ってるね T1。 Trying to kill aiming. Speaking of aiming, he is going to get helped out by the polymorph from Lehens, but he's still getting taken down very, very low. Another ignite used just to get control. As Cuz moving on over, but he doesn't really have an angle. バイはミッドに行く。 Getting aggressive. Tibbers goes down. That's a real dead. スタンにうまく合わせるね。 He'll be okay. Does have to use everything to get out アジール初手でマジックレジスト買ってたから耐えたね。これでダークシールとか違うアイテム買ってたら死んでたな。アニーが強えのかフェイカーが強えのかどっちなんだい？ティバーズ帰ってきた。That's worth as much as a Nexus, man. 何レベル1であれトレード勝ってるのマジでやばかったんだ。I feel like you should just win the game by killing Tibbers for that reason alone. That makes sense. どっちも強いからね。とんでもないことになってるね。So, look, I'm worried about how this game is going for KT because Keen, you know, he was struggling in the laning phase as you mentioned. Now he's down to Flash. He bought Merc Treads first. I mean, that's the kind of state of the game we're watching here with this Azir pick, which he chose to opt into the Annie, hoping he's going to get an early lead. You know, he has that range advantage, can play around the stun. He's so behind now. Lucian 6. There's the culling. Minion wave turns up in the nick of time. But Gumi Shikari are just absolutely running this lane. And I just don't see the light at the end of the tunnel at this point, right? Because T1 are only going to get stronger from here. Their 2-item spikes across the board, absolutely terrifying. And KT, I don't think that you can just KT はレートゲーム強いけどミッドゲーム T1 めっちゃ強いね。全員ミッドゲームで輝くキャラ。40分超えるぐらいで KT 構成的に勝つだろうけど、この1500ゴールドをどうスノーボールしていくのか楽しみだね。今のところ T1 はドラゴン1個取って、こっからヘラルドを取ってゲームのテンポ早めたい。T1 はよくミッドにヘラルド打つよね。1個目取ってミッドにぶつけて2つ目で降り切る。ミッド降ることによってゲームテンポも早まるし。あとよくフェイガーがいろんなキャラでロア行くから、ロアのコンプリーションも早くなるしな。I mean, Keen needs 2 items before he's really happy about any situation in this game as Faker turns back up into this mid lane. BDD's going to look for the sweep, gets the flash out of Faker there. That's all you can really hope for as Lehens. しっかりフェイカー見てから避けるね。すぐに切らない。落ち着いてます。アジール相手はこれが怖いよな、機動力がない。明治キャラとか使うと。Cuz just going to stick around here and grab Raptors, not going to hard force or anything like that. Zeus is having a good time here in this top lane. ヘラルドは取りました。フェイカーがミッドのギャンクをいなしてる間にヘラルドをゲット。フリーでゲットするのでかいね。ヘラルドを取ることによってお金も入るし。フェイカーさ、誘う動きうまいんだよな。本当に連戦が強いだけとか CS 食うのうまいだけだったらチョービーがいるんだけど、なんかゲームの勝ち方がうまい。ウェーブ捨ててロームすれば勝てる試合とか徹底してるしね。ファーム食わないでウェーブ捨ててロームしたりとかもするし、このタイミングで敵に自分を狙わせて味方が勝つみたいな動きもできるし。あと確か最近フニがインタビューしてたのかな、元 T1。デビューはヨーロッパのファナティックでデビューしたフニとレインオーバーで、まあ、知ってる人は知ってるんだけど最近見てる人は知らねえか。そのフニがインタビューでフェイカー、まあ、T1 とやった時フェイカーほど喋ってくれてコミュニケーション
取ってくれる選手いなかったって言ってたね。なんかもう全て喋ることがすごい的確でもう無駄がないって言ってた。フェイカーの配信見たことある人だったら分かるだろうけど、もうみんなの画面見てるからね、いろんなところでさ、マルチタスクえぐいよな。ショットコールも完璧だと。しっかり味方の管理までしてくれるからすごいゲームやりやすいって言ってたね。国もね割といろんなチームいたけどね、デビューはヨーロッパで NA 行ったり、その後 T1 行ったりとか、周りがマジでよく見えてる。ケリアフラッシュインか、アジール寄れない。T バーツ速え。BDD was mid that whole time. That exchange was so extended that he certainly could have rotated over and tried to set up for an Emperor's Divide. He had Flash as well. And then when Faker comes over, he Emperor's Divides him, but Faker Flashless still gets out. だからいろんなバージョンの T1 が強いのはフェイカーのおかげっていうのもあるのかね。まあ一時期 T1 もかなり苦戦してたけど、いつだっけ、2年ぐらい良くなかったよな。So he decides, okay, I'm going to come into this exchange. Tidal wave follow-up hits him. He has wild growth, but this fight is already lost. And look at BDD. He just opts out. Faker has no flash. He does, but he's like, アジールがアニーのウルト食らって味方も負けてるから引かなきゃいけなかったんだ。でここで引かなきゃいけないのになぜかルルが引かずにルルを助けようとしてみんな死ぬってやつね。ルルが下がればよかったのにね。味方下がってたからルルも下がんなきゃいけなかったのにルルを助けに行こうとしてみんなやられた感じ。See the Gnar on the top, and then Faker comes back to mid to try to catch BDD, survives. And already grabbing that mandate. I mean, this is the spike that you want here with the early kills. I mean, sure, you would have liked them to be on the Lucian, but you'll take the advantage regardless. I actually think that it's totally fine at this point in the game, right? To accelerate the Nami because フェイカーマジでいろんなキャラ何でもロアだね。グラガスでもロアだし。Oftentimes it's like, oh, catch up, Nami. We've already got the Gale Force done, but now he can just buff up Gumayushi to no end. And aiming in the hands, like this lane is well and truly over. And as you can see with the gold, like the game's feeling in a real rough spot here for KT. ヘラルドはどこでぶつけたんだ？ボトムか？ Almost done so. Like the comeback ways here for KT are ミッドにはぶつけてない気がするね。 right, and trying to flank as BDD has no money. You know, the Annie is just naturally scaling up here now with the Rod of Ages. Yep, stopwatch is online here too, and it's going to be the second. 気づいたら4000ゴールド有利だよ。T1 少数戦本当うまいよな。With a 4000 gold on top of it lead. KT have all the information here, right? But they just don't have a way of actually fighting. 自分たちが有利の時にどんどん攻めるからさ。見てておもろいし圧倒的な強さだよな。It's just the fact that Cuz has to camp this to make sure his lane doesn't get destroyed is huge. Okay, Nate's gonna trickster over the wall. Yeah, well, I'm looking forward to seeing Cuz actually manage to do something, right? Because there's the disengage. バイがどこにいるかわからんからね、これ深追いできないよね。He's got cooldowns a couple of times here in this game, but otherwise, I mean, they will die if he's not here. But he also can't make any plays. Like he lives in this tri-brush now. That is his domicile. Like, yeah. 今アニーがミッド押し込まれてるから戦ったらまずいよね。しっかり引く。I need him to scale. I need him to come online. And this means that Keen has no agency topside. He has no assistance. トップではナーがウェーブを押し込んでジャングルまで盗みに行く。You're losing everywhere. As Keen can't do anything on his own at this moment in time. He's going to at least come over here and contest. 取るのかい。トップでナーがアグレッシブにプレイしてるからルルがトップに向かってボトムも取れると。なんかもうほんと全レーンプレッシャーするからさ、敵引きつけて逆サイド2つのレーンで有利取るんだもんな T1。For the ability to destroy the lane. Yeah, well, he's just like, well, I will win this on my own, by the way. And you guys, I don't want to see owner ever. I want you to be bottom side non-stop. I want you to actually put the threat on this area because that's their real win condition. I've already gotten a kill on Keen with your help earlier. So, like,
don't come back. Like just one is fine, and I'm gonna be self-sufficient up い here. やアイテムがアップデートされてクリティカルアイテムが変わってもダークは行くんだね。Do some crazy all in and come back. ダークコンプリートはしないけど、コレクターなんて絶対買わないけど。で、ジール行くんだ。インフィニティとかじゃないんだね。And now owner, when they group up, guess what? He's here too. ちょっとバイ引っかかったか。だけどナーが強え。ナミルシアンも敵が来れないようにカットしてる。でもカミルが来る可能性あるからこれ下がるよ。兄が TP ねえからな、ここは無理しない。でボトム押し込んだから兄が寄ってくる。このナミルシアンが死なないのがでかいよね。でボトム押し込んでるから待ち伏せてカミールを狙う。カミールもそれ分かってるからすごい遠くから回っていく。レベル高いね。ゼウスまたソロキルすんのかよ。この男やべえな。ゼウスナーピックするとき敵ソロキルしかしてない。特にアジールカルの得意だよな。強すぎない？ 強すぎるってMSI 楽しみすぎる。It's jungle gap city here. You get the early advantage top side. I think Cuz's pathing is definitely the most suspect part of this game for me for KT, but it's one small lead for an army. ヘラルド取ってほしいんで、なんだ、インビタ取ってほしいんだよね。T1 は本当は取りたくない。バロンがないからインビタ取れてもだよね。There's a whole 20-minute video about why this is the right move for KT, but we'll see if it gives them some free farm here to try to slow this game down. Is watch Faker in the bottom lane while all this is happening. Is Cuz has to flash for this, and it's a trade of junglers. バイが Q 打てないね、ウーコンにエンゲージされると。ウーコンカウンターだわ。Maybe you get 2 kills here, but it's just so disjointed. And yeah, this is. Sometimes you just get chased down by a mini now. He's got no money. He has no gold. He has to stopwatch here. こんな強いの？ Like, this is a very behind Azir. And then Faker's just like, oh, you're flanking me? I don't even need flash for this. If you're going to walk at me, sure, thank you. And what was the idea there? I mean, that was desperation. He has no ability to turn that fight even with his Hextech ultimatum. He's just gonna die there. It's just desperation. Like, thank you for the mid inhib. We'll take some free minions in our base. That's where aiming wants to farm, is in the base. Please. Yeah. Let me farm freely. Just let Zeri scale, please. Oh. And there can be times where like leaving up that inhibitor. ゼウスマジでうまいよな。With the way that the game is accelerating, T1 going to move on over and take a bit of a timeout to secure soul point here. Well, this just means 20-minute Baron, right? I mean, it's to get Baron on spawn. Do they have the greatest Baron damage? No, but do they have enough with this mid inhibitor down and KT being in their base? Yeah, they can. I mean, can KT ever walk into their own red side jungle? No. Nope. So it doesn't actually matter. They could take like 2.5 minutes to kill Baron, and KT would still have absolutely no right to be there. Look at the timing of this too. They get the soul point here. 40分まで耐えたらワンチャンだけど、1万ゴールド差あって3ドラゴンでしょ。勝てる要素が見当たらないですね。He can back here if he wants to. He doesn't actually have to. He has Sterix. He can back if he wants, but he doesn't need to. He can teleport over here. Now T1 going to group for this Baron in 30 seconds here. Everything is prepped. Mid is pushed. Bot is pushed. There's defensive vision around the Drake. Not that there was any chance anyone could have contested Owner when he took that soul point, but like, there's nothing I can even say like, oh, T1 could have done this a little bit better. No, actually no. No, and also it doesn't matter because whether they could do it better or not is irrelevant because right now they're just cruising, right? At this point, it's like maybe we should do worse macro so that we can hide our strategy so it's not on the tape. You know, like at this point, I think the game kind of wins itself. Yeah, there's the on Baron spot. 20分バロンは結構リスクあるよ。まあ叩いて反転っていう狙いなんだろうけど。てかフェイカーはワードに映ってるね。でもゾニーあるんだよな。ナーは今メガナ貯めてるぞ。
apart from Zeus, who's just doing a ジャングラーは倒した。しかし HP 的に結構きつい。 So much damage yeah, done. Tibbetts is so mad. ティバーズ And 勝 Baron て。 is going to reset here, but the base is open. ティバーズ I mean, 戻ってきた。 this is the reason why KT can't really contest here is that 一応ミッドインビタ取ってるから、 every time ミッド相手が処理しに行くんで、それをうまく使う T1 か。 could just be like, all right, so now you're gone. We do it again. もう一回行く。 That's exactly what they're going to do. They're just going to start this right back up. Don't even care. Teleport available here for Faker as イン well. ビ He タ can bring a full health Tibbetts back. 取れてるのが地味にでけえな。 It's like, would you 20分前だったからできれば取りたくないんだよね。バロンを20分で戦うって基本ないし。 Oh no! だけど今回は That is, also うまくいったね。 And so Faker standing on vision. 基本20分前はソロ Q は特に取らない方がいいです。 There was a cease and desist. インビタ取っちゃうとそのウェーブのそのレーンのファーム食えなくなっちゃうから。で特にミッドはみんな通る道だから大体クリアされちゃうんだよね。押す意味まんまない。視界は取れるんだけど。そのインビターをうまく利用したな。T1 も本当は取りたくなかったんだけど、取ったからには何かしないと1ウェーブ分損して、1ウェーブじゃない、1レーン分損してるから、ここはうまく T1 が動いて。Yeah, I even think that KT should stop thinking about this game because it's only going to make you tilted moving towards the next one. It's about that done, and we don't like. Well, we do often talk about games being not necessarily winnable. In positions like this, but it doesn't feel good to say that a game's over. But this one's just the most done. なお止めに行かないなら T1 はトップ側で引くよ。戦いに行かないよ。でもなお止めるやつがいないんだろうね。1対1で勝てるキャラがいないから。2人で行ったら今度はトップやられるし。じゃあボトム捨ててってこと？でもミッドのネクサスタワー1個しかねえぞ。積んでます。KT も7勝4敗でな。上位チームなんだけど。なんでこんな強いんだ T1。 No, there's just no tools to actually get anything done. As charging a Vault Breaker here. Here's Owner, and he's just going to clear out some vision, and we're just going to take all of the structures. メガタイミングでインビター3つ目取りに行く。Yeah, just going to get jumped on by Zeus, and they're just continuing to walk around in circles. There is no actual 3インビター23分。プラスバロン。もう何かしないと勝てないからフラッシュでエンゲージしていく。しかしバックラインに突っ込もうとしてもアニーのスタンとバイのウルトでダメージが止められるからね。オビディさすがだが人数的に圧倒的振りすぎる。He's a tank, guys. He's a raid boss, and Carry is going to get yet another kill. 306 here on the Nami, and it was a valiant attempt there from KT. マジでうまいな。美しいゲーム運びだわ。GG